今回からキッチンをつけていこうと思います。ここですね。ここにキッチンをつける前に水道の配管をしようと思います。先日トイレを入れる時にね、フレキシブル管で配管して、このバスの前の方からも給水ができるようにね、配管引っ張りました。ずーっとトイレの後ろの水のタンクまで。これをね、このダクト、ヒーターダクト、この中のここからね、これを分岐させて、ここから出してキッチンの蛇口まで持っていこうと思います。ここにね、テーブルを置いたらもう水道管の配管ができないんで、水道管の配管を先にやります。まず位置合わせ、この辺が真ん中かな。ではフレキシブル管切っていきます。使うのはこういった工具で、パイプカッターで、こんなやつですね。この先の配管を潰すやつ、あとチーズ、これらを使ってね、こんな風にね、分岐させて、こっちの方にこれをつないでキッチンの蛇口まで引っ張っていこうかなと。途中整備ができるようにね、ホースもつけてね、そんな感じでやっていこうと思います。では作業入ります。はい、では切っていきます。配管の中に水が残っていたら困るんで、一応タオル3つ重ねてね、置いときます。じゃあこれ真ん中だったんでね、真ん中切ってもあれなんで、ここから2、3、4、5、6個目、この辺ぐらいはね切っていきます。お、切れた。お、水漏れは大丈夫でした。ちょっとね、バリが出てるんで、ちょっとだけ削ります。忘れないうちにネジ入れときます。それで2つ目に合わして、それではこの先潰していきます。はい、閉まりました。これ緩めていきます。はい、じゃあこんな感じにね、いいようにぺったんこになりました。これでナットもね出なくて、このパッキンがね、この中にこんな風に入ります。あと反対側もね、ちょうどこの長さに合わせてね、切って配管していきます。ここが真ん中だったんでね、だいたい多少の余裕を持って2つ多めに切らないといけないんで、この辺ね、ここを切りたいと思います。じゃあね、直接当ててみると2つ分ね、2つ分でちょうどここに来ます。これでまた先っぽをね、この工具で潰していきます。じゃあ潰していきます。はい、じゃあね、カシメも完了しました。あとはね、パッキンを入れてね、組み立てていくだけです。だいたいね、ちょうど見えるかな、もうカツカツです。ちょうどいい感じでね、いいところで切って止めてます。じゃあパッキン入れてつけていきます。これでちょっとヒーターダクトをつけてみると、はい、ちょうどここにね出てきてます。もうちょっとこう後ろなんですけどね。
ちょっと後ろのところが当たってるんでね、もうあとほんのこれか、これがねちょうどこういうところに来てます。ここからねキッチンの蛇口の方にねフレキシブル管とホースを使って配管します。はい、じゃあ締め込んでいきました。そしたらね元通りにこうやってね固定していきます。ちょっと前に出た方がいいかな、整備するのに。これちょっと前に出すようにねこうちょっと変更してみます。ここからねチーズ管がちょっと覗くぐらいね、そしたら後々整備もしやすいんでやってみます。配管の固定もできました。ちょっとねだいぶここから前に出したんですけど、これではめてみるとねこんな感じでね、あとはここのネジを利用してこう前にね出すような感じにしたいと思います。はい、じゃあこんな感じに出てきました。ダクトの中に水道管を隠しました。こんな感じで。じゃああとここからね余った配管を使って配管していきます。はい、じゃあうまいこと入りました。ここもねあとグミ止め、このね真ん中の方はもうやりません。整備がすぐできるようにね前の方と後ろの方 2,3 箇所だけねネジ止めで固定します。はい、とりあえず締め終わりました。こことねこの辺、あと真ん中は整備しやすいように留めていません。でねこれ結構がっちりついたんでこの配管やります。配管の固定もね結束バンドインシロックでねがっちりつけました。これだとね多分整備もしやすいと思います。はい、ではここはちょっと仮でね軽く締めておきます。軽く締めておきます。指で締まる程度。あとねこの配管の長さがねまだ決まってないんで、台所を置いた時に長さがいいようなところでカットして、またここの先のプレスしたように金具を入れてねプレスかけてやっていきたいと思います。ここから先はちょっともうバスのエンジン切りたいと思います。もう1時間半ぐらいかけてるんでね近所の迷惑になると困るんで蛍光灯が使えませんが、あそこのね小さい蛍光灯を使ってちょっと暗くなりますがやっていきます。はい、エンジン切ってきました。ちょっと暗いですけどね、この上の蛍光灯これを頼りに引き続き配管していきたいと思います。じゃじゃーんと床切りました。なぜかというとねキッチンをつけるのに床がついてるとちょっとクッション代わりになって頑丈につかないんで、もう木を丸出しで一応これよりかははるかに大きい面積を切らないといけないんですが、とりあえずボルトが通るところをね探っていきたいんで床を切りました。このぐらいの面積ですけどね、だいたい配置してみました。陸運局に聞いたらね水平につかないとなんか認めてくれないということでね、キッチン立つとこもこのバスちょっと床が傾斜になってますんで、これで傾斜を戻してね水平にしてキッチンつけていきたいと思います。仮につけてね先にこの水道管これもね切ってここのネジを頑丈に締めてがっちりとねこの2つの木を添えてキッチンをつけていきたいと思います。で使うキッチンなんですけどリユースです。